やっぱり科学者でね、アシュラっていう科学者の人がいるんですね。アシュラじゃしょうがない、アシュラだ。アシュラって言ったら怒られたんです。アシュラじゃなくて、アシュラって言ったんですね。アンドレアシュラ。そこのお母さんがロシア人でしてね、その奥さんのお母さんなんですがね、私の話を、その息子というお嫁さんですね、から聞いて、娘から聞いて、そうしたらもう、その人はね、霊的な人でしてね、霊媒的な人なんですよ、おばあさんで。もう70、80ぐらいのおばあさんです。それが、その後ろに聞いてる人がね、ヨガの七大生って言いましてね、ヨガの中の真の聖者がいましてね、その中の森屋大師って言って、森屋って言って、森の谷じゃないですよ。インド人ですから、森屋大師っていうね、大師ってのは弘法大師の大師ですね。森屋大師というヨガの七大生の一人の人が後ろについていましてね、その人がこうしまして自動主義になって生まれ変わり死に変わりね、輪廻転生のことをそのおばあさんに書かせているわけなんですね。それをおばあさんが日頃からどうしてこれは本当のことか嘘のことかね、もう誰かに、聞きたいと、それはもし変なこと言って、ね、違いにまったらしょうがないと思って思い悩んでいたわけです。そうしたら森屋大師がね、私はマイトレアっていうのは新聖ですね、マイトレアの命に従って、ね、あなたを使ってこうやって書かせているんだから、ね、それはご意先生で聞きなさいと、言うわけなんですね。で、ロシアから私の話を、娘が伝えた、そういう人にはもう前からあえて言われていたんだから、ぜひ言われたいと言って、ロシアからはるばるアメリカまで飛んできたわけです。ね。それで私に参りましてね、そうしますとロシア人ですからロシア語ですね。ロシア語を英語に訳して、英語を日本語に訳した先に言うんですが、だから、今のルートですね。ところが、肝心絡めなことになりますと、僕はロシア語で言ってることはこっちにわかるし、こっちの思うことは向こうに通じるしね。もう英語も何も通訳いらないでわかることは随分ありましてね。それで要約しますと、私は、マイトレア、ね、中世紀ですね、マイトレアから、言い使った森屋大使が、私を使って、輪廻転生のことね、生まれ変わり死に変わりのことを私に書かせているけれども、これは本当のことかどうか、マイトレア大使がご先生につけていって、私をここへ使わせたんだと、こういう話ですね。私が見ますマイトレアがちゃんといるんですね。このマイトレアって人は、マイトレアじゃない、森屋大使がいるんです。マイトレア、中世紀もそこにいるんですよ。マイトレアってね。これ、森屋大使はどういう人かと言いますとね、ヨガの真の聖者が一番の、偉い人ですね、聖者がいます。2000年来ね、2000年来、肉体に現れたり消えたり、現れたり消えたりして、2000年来生きている人なんです。その森屋大使が、いまして、私と話、おばあさんはそっちのけにして二人で話してるわけですよね。ここにやらせるから、ね、いいと言ってくださいよと、向こうで言うから、はい、私はいいと言うわけですね。で、結局おばあさんは非常に喜びましてね、それで帰りには駅までって言って空港ですね。嫌じゃない、空港までね、送ってきました。非常に喜んで感謝感激してましてね。というわけでね、アメリカにいて、インドの人に会い、ロシアの人に会うわけですからね。実に神様のやること面白いんですね。場所じゃないんですね。一つの場に行きますと、アメリカの人もイギリスの人もね、ロシアの人も、インドの人もそこで会えるようになってるんですね。もっとニューヨークじゃイタリアの人にやってますしね。だからいろんな帰りや空港でね、マレーシアの人になってるでしょ。それに、アメリカ、ヨーロッパ行っても、インドの人にもマレーシアの人にもこう会えると。非常に神様がね、ちゃんと運んでくれるわけですよ。ね。それで私は昔から、ヨガの聖者には会ってみたいと思ってね、実際に会ってみたいと思っていまして、やっぱりヒマラヤ行っていかなきゃなんないかなと思ってたことがあるんですよ。そうしたらユニティクも向こうからアメリカに足を運んで来てくれたわけですね。足を運んでって霊体ですからね、ちょっと来ちゃうわけですけど、肉体というものは不便なものでしてね、霊体はもうすぐアメリカだかヨーロッパだ、ここにいやアメリカのこともわかるし、
ヨーロッパのことわかりますね。だから肉体を運ぶということになると、肉体を持っていかなきゃならないですね。これが面倒です。霊体同士なら、ごめんなさい。それはこれ。参ったら、それはこれ。すぐ分かって、お互いに分かり合うわけですね。だから、何も肉体的に合わなくたっていいんだけれども、やっぱり、この肉体の世界においては、肉体が合わないと、ね。やっぱり仕事にならないんですよ、これがね。それで会うにしても、一つ媒介体と言いましてね、仲立ちをするものを通して会うことになる。空中飛んでくらい良さそうなものはそうはいかないね。空中同じ飛んでくると場がありまして、一つの場に向かってくるとそこで会うと。ちゃんと仕組みがされていましてね、やたらに、人と人とが会えるものでもなければ、霊と霊とが会えるものでもない。老子さんが私にとってしまして老子講義ができましたね。その老子が来たらどうして老子が来たかというと、もちろん前の世ではもう知り合いにしても、どういうことでこの世であったかと申しますと、それは高慢寺にね、老子が来てるわけね。で、高慢寺に私が入った老子が待ってました、さっと来たわけですね。で、老子講義が出来上がった。ね、それと同じように、そのロシアのおばあさんが仲立ちになって、ヒマラヤの聖者の、ね、森屋大使と会ったわけですね。もう一人のヒマラヤのいわゆる聖者に会いますと、あとはね、関連してますから、もう誰とでも会えるわけですね。そういうふうにして、時と場所、ね、時と場、そういうものが備わって、それで会うわけになる。だから、いくら焦って世界平和をやろうと思って、いくらやったって、それはダメなんですね。忍耐強く、もう絶えまず世界平和の祈りをしていますと、神様の方から自然に運んでくれる。そういう仲立ちをする神様があるんですね。これとこれと合わせよう、それで協力させようという仲立ちをする人がありまして、それでパッと会う。例えば、もう亡くなったけど、上島先生がいましたね、上島森江先生。あの方なんかも、徳川無生と上島森江との対談がありまして、どっか、毎日だから朝日の週刊誌に載ってたんですね。それで、これはすごい人だな、行って会いたいなと私もが思った。ね。そうしたら、ある中将の未亡人が、私のとこずっと来てましてね。それで、上島先生なら私のよく知り合いだからって、上島先生の話した。上島先生私の名前して、それは立派な人だ。そういうこと、ね、祈りのご本尊だっていうんで、周りに見えたわけですよね。